はい、本日6月28日の朝5時30分です。この動画では草刈りの映像を見ながら限界集落だった池谷集落が再生するまでの物語を連続シリーズでお届けしたいと思います。バックナンバーは再生リストで整理してますので、他の回をご覧いただきたい場合は再生リストからどうぞご覧ください。再生リストのリンクは概要欄に貼っておきます。続きをご覧いただきたい方はチャンネル登録いただきますと、更新したらすぐにご覧いただけますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。また字幕をオンにしていただくと字幕も見れますのでご活用ください。それでは第5話行ってみましょう。ボランティアが村の雰囲気を変えた。池谷集落が震災からですね復興するためにジェンの受け入れをしてからですね、ジェンの方から2つの依頼があったというお話をしました。で1つ目はボランティアの受け入れとなる団体を作ることで、もう1つがですね2つ目がですね、年間を通じてボランティアを派遣したいので拠点として寝泊まりできる施設を探してほしいということでした。そこで山本博さんはですね、団体の代表の山本博さんはですね、十日町市の教育委員会に出向いて池谷分校を貸してもらえるように要請しました。池谷分校は休校になってから長年倉庫として使われてまして、教室や廊下までありとあらゆるものが山のように積まれていました。それでもですね、大工さんに見立ててもらったところでは壁や床の傷みなどはあるものの震災による大きな被害もなく骨組みはしっかりとしていて宿舎として利用できるということでした。なんとかですね市役所の方からも借用許可を得ることができたんですけれども、問題は改修費用ですね。そこで、ジェンはですねNPO 法人新潟 NPO 協会というところが運営する災害ボランティア活動基金というのに申請をしまして、改修費用として約260万円を得ることができました。でこの資金でですね自炊のための台所とかシャワーとかボイラーなどの水回りをはじめ最低限の設備を備えることができ、市役所から災害対策用の寝袋を借りて池谷分校はなんとかボランティアの人が寝泊まりできる施設として生まれ変わりました。そしてジェンからは現地コーディネーターということで、2005年の除雪ボランティアの参加者で復興ボランティアへの参加を真っ先に申し出てくれた今村康さんが池谷分校に派遣されました。この今村さんはですね2005年の4月から2006年の3月まで池谷分校に住み込んでボランティアの調整を行いました。2006年の本当に寒い冬の間はですね、分校に宿泊するのが難しくて、一時的に帰宅をされましたが、そういった形でやっていただきました。そして今村さんはまずボランティアがどういった手伝いができるのかというのを聞いて回りました。で最初のボランティアは池谷分校の片付けでした。で第2回目からはですね集落の道不審の手伝いや夏の草刈りなど農作業を中心に集落の手伝いを行いました。集落の人の中には最初は素人に草刈り機なんて扱えない、無理だろう、ボランティアなんて続かないだろうと思ってた人もいましたが、5月から10月の間に合計9回のボランティア派遣が行われ、参加者は各回15から20人に上りました。ボランティアは毎回2泊3日、金曜の夜に集合して日曜の昼に解散という形で、土曜日の夜には集落の人たちとの交流会も行われました。で交流会は集落の人に負担をかけないようにと
いう配慮からですね、ボランティアの参加者が飲み物やおつまみを準備して住民を招くといった形をとりました。で、毎回必ず自己紹介を行い、集落の人たちとボランティアとの交流を大事にしました。で、後片付けもボランティアの人がやりました。で、このボランティアが集落の人たちをもてなすという仕組みは、集落の高齢者に歓迎され、イベントでの交流会が長く継続してきた要因の一つでもあります。また、スノーバスターズも前年に引き続き行われました。2006年には、中条カンパラ集落にできた被災者向け仮設住宅地の一室を十日町市社会福祉協議会から借り受け3回行いました。で、この頃から池谷集落にも雪下ろしにボランティアが入るようになりました。池谷文庫を活用するに際しては、十日町市役所の教育委員会が窓口になっていましたが、最初のうちはなかなか話をしていても埒が明かないようなことも多く、行政とのやり取りの大変さを山本さんは感じていました。しかしながら、ここで流れが変わる出来事がありました。2006年の11月の1日から2日に長岡で開催された地域づくり全国交流会議長岡大会で、山本さんが事例発表とパネルディスカッションで登壇することになり、その依頼文書を当時の教育委員会の課長に見せたところ、この書類はコピーしてもいいですか？市長に見せますという反応がありました。山本さんは、いや、これはコピーなんでそのまま持って行っていいですよと返したのですが、これを境に市役所の対応がガラッと変わったと言います。で、翌年2007年からは池谷分校でスノーバスターズを行うことになりました。灯油ストーブや寝袋をたくさん用意し、電気毛布を備えるなどの工夫もして寒さ対策を講じました。それにしても3メートルもの積雪になる真冬にボランティアが池谷に宿泊するという展開になるとは、当初誰も考えも及ばなかったことでした。夏に訪れると冬の状況が知りたくなり、逆に冬訪れると夏を見たくなる。そうして一年中都会の人が訪れるようになってきたと言えます。また NPO 法人中越防災フロンティアが主催する越後雪かき道場も2008年から池谷集落で始まりました。越後雪かき道場のコンセプトは、何か手助けがしたいというボランティアの申し出に地域が応えきれず、その力を生かしきれないでいる現状を変えるため、雪と共に暮らしてきた人々の雪かきの技術を伝えようというものです。これは池谷集落で行ってきたスノーバスターズと重なるものでありました。スノーダンプやスコップの使い方が未熟で、しかも屋根の上での作業の事故にボランティア保険が適用されないという状況では、まさに雪かき技術の研修は必要なことでした。この雪かき道場を知った山本さんは早速長野県飯山市でのこの年最後の会に参加して自ら道場を体験し、主催者の長岡技術大学の上村誠二教授に翌年の池谷での開催を要請し実現しました。以来2017年まで池谷で越後雪かき道場が開催され、スノーバスターズと合わせて冬の都市農村交流ツールとして重要な位置を占めることになりました。こうして池谷集落には1年を通して多くのボランティアが訪れるようになりました。若い人たちがたくさん来てくれて気持ちが若返った。村の空気が変わった。と集落の人たちは語ります。参加者の人も村の人から元気をもらったと大いに喜び、毎年池谷集落に訪れるリピーターもたくさんいました。さて、今回はボランティアが村の雰囲気を変えたということでお話をしてまいりました。次回は村の宝を探そうということで、
お話をしていきたいというふうに思います。そちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきまして本当にありがとうございました。最後にいつも通りメンバーの感想をお送りします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、いかがでしたでしょうか。何も思いつかない。お願いします。先に安藤君。最後は、ウィングモアがなんだろう。自分も思いつかないですね。最後の場所はすごいウィングモアが、大活躍する場所だったので、気持ちよく草が枯れたので、楽しかったです。はい。そうです。じゃあ3台ウィングモアとスパイダーモアと草刈り3人が順々にこうやって回ってやるのは徐々にやり方が役割分担が分かってきたような気がするので、またさらに、熟練度増して効率よくやっていきたいです。以上です。はい。今日はこのチップ層がなんか切れ味が悪いなと思ったら、もうほとんどこのチップが欠けてまして、逆にバランスが良さそうですね、バランスは良かったですけど、まあでもなかなか大変だったんで、交換したらすごい切れ味が良かったです。はい、以上です。どうも、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終了時刻は8時29分でした。